はい、皆さんこんにちは。キャデラックバンパーの修理プロジェクトも4回目になりました。もうネジ穴が広がってダメになっている島板を新しくするためにカット作業です。4トンで材料買いに行ってきました。小さい島板2枚と大きいの1枚、これがくっそ重い煽り。奇跡的に模様が合わないかな。まだいい。あ、ほんまだ。こっちでも一緒か。合わんものは合わんか。全然違うもん。うん。じゃあ運転席側に使おう。でもすぐ忘れる。こっちはどうもならない。よかこっちの方がまだいいかな。そうかまだ。窓からこう見よったらな、ここが出とる。あ、ここが切りすぎた。なんかな、滑らかじゃねえ感じがする。でこう来てこう残さねえもんな。ちょっとこれはもうこの辺はいいけど、こっからこの辺までやな。写真見たらわかるね、どんくれな感じ。なんか入っとるか。まだ余裕あるがんっていうんだったら、もうちょっと攻めてもいいかもしれない。この辺が真ん中。不正確だなこれ。残してなんか足も焦げなもんでもいつも大概適当に来よるで写真持ってきていて、そんな高尚なことは僕はしたことねえで。こんな感じやね。おお、そういう技がある。そんな高尚なことはしたことねえで。元の島板が左右対称になっていなかったので、助手席側は裏返して型を取りました。こんな違うんじゃ。じゃあねえとそれアングルが覗かんわな。アルミのこうかぶるな。おーええわ、じゃあ完全防備せにゃおんやもんて。これがいいんかもしれんな、この。いつもだったら生命とこでやって、手がもうこねなりながらやるけ、チートマシなんかも。昨日のビール残ってね。残ってねえ。そんなことよったらこねなっても。この間葵さんくれたスーパードライがあるでな。おうおうおういい。
割りがけに何が分かった。この辺で分かった。ちょっとむにゃむにゃになったけど、角度がこうだよ。こうだよ。今分かった。今分かった。こうだよ。こうだよ。クランプで止める？パチンパチンと。いきます。水にしますなんか雑になるよな。そんなことはね、慣れたいうことにいいねや。そんな雑なん言うから。全体的に。ブレーキが落ちたっぽい。ブレーカー上げてくれ。フォートナイトの画面が消えたって言われる。昔のファミコンじゃねえんじゃけ。オートセーブしてくれとんかな。テレビが映らない。テレビが映らない。もうちょっと攻めにはいけんな。あとはグラインダーか。この辺はもう整えるだけでいいかもしれん。ちょっとここがな。まだ骨と外板を溶接してなかったので固定してしまいましょう。クランプで固定して幅を計測します。249で249で。20比で20比で2510ある。虫歯のバンパーとかもね。もうこれぴったりしとるけ入らんぞ。10入ったけどあと10。一応2485で。こうなるの。いろんなとこ曲がったのかもしれない。じゃろうな。プロの職人はあんまり部分補修をしないと思いますけど、こういう理由だと思います。ちゃんと直そうと思うたら最初から作り直すんと変わらない手間がかかるのかもしれません。今回はある程度妥協して調整しました。大海丸さんが溶接している間に島板を調整します。島板の穴の位置を印します。なんでこんな大きくなったんだよ。
新しく作った部分にも穴がいりますね。ちょうど溶接の上になるので開けにくいです。Amazon で買ったステンレスのナットリベットです。もともと普通のナットを使っていたらしいのですが、手も工具も入りにくくて困るから何とかしてくれって言ってたので、これにします。はい、ネジの出来上がり。ホームセンターにはアルミのナッタしか玉しか売ってねえんだけど、一応これステンレスの加減がなむずい。長年の経験がいる。なんか潰しすぎたらいけんらしいしな。中が潰れる山が。裏側がなあんま見えんからな。でネジ締めたらペンって飛ぶんだ。かっこよ言うとって。はぁ言うてガーン。売りじゃろうよ。なんかいい音がしたで。この辺はね、分かづらいのやっぱり。最初は難しいよね。なるほど。そういうことか。切れ味がよろしいと。前が取るやつ 5.5？ 4.5。はいをつけていいか。これは運びましょうかって言ったけど、いやどうやって積むんってな。5人もいるで。それがみんな声かけりゃみんな苦労しようやみたいな。この角度やな。そうだな。そこだけ。ここから見てください。こっち落としよったら、あ、じゃあ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 。ようなった。